何時リンリンごきげんよう、リンです。いつもありがとうございます。今回はですね、ツイステのコミカライズを読んでまいりましたので、感想を述べたいと思います。じゃじゃん。こちらですね。はい。こちらなんですけども、まずコミカライズですけども、月刊 G ファンタジー4月号から連載がスタートしています。こちらですね。書いてあります。原作が戸細やなさん。作画は河野すみれさん。構成が葉月若菜さんという方々です。ね、戸細やなさんは皆さんご存知の通り、ゲームのツイステッドワンダーランドのキャラクターデザイン、そしてメインシナリオを担当されている方ですね。で、そのお二方もね、ゲームのツイステのクレジットでお名前が載っている方々です。クリエイティブアシスタントの方々ですね。はい。その方々が作っている漫画でございます。今回はですね、まず全体的な感想、そして正直な感想、そしてめちゃ推しポイントという観点で皆さんにお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。まずですね、ちょっと皆さんに見てほしいんですけど、この月刊 G ファンタジー4月号の背表紙。背表紙。最高じゃない？最高じゃない？後ろ姿よ。ねえ、後ろ姿よ。見て。式典服の後ろ姿ってなかなか見れないじゃんね。最高。でさ、見てこのリオナさんさ、やっぱり式典服って上から羽織るんだなっていうか、尻尾がね、下から見えてんのかっこよくない？可愛くない？やばくない？ちょっとこれ燃えたわ。もうリドル君も、今回はね、エピソードオブハーツラベルということで、リドル君に焦点が当たってるエピソードなんですけども、それでリドル君がね、前に出てきてくれてると思うんですけど、まあ、かっこいいよね。さすが美男子って感じですよ。もうこれはね、もうこれとこれはね、本当にね、いや、これだけでも買ってよかったなと思いました。背拍子やばいよね、これね。はい、もう、本当にもうね。もうみんなめでたいよって感じ。はい、ということで、はい。最高の背拍子でございました。そして付録なんですけども、まずね、こちらのクリアファイルも付録でついてきております。こちら小さいクリアファイルと、そしてこちらですよ。リドルくんのポスター、広げますね。じゃじゃん。もう、SSR のね、洋服の絵のポスターですね。本当にこれは家宝が増えました。家宝がまた増えました。はい、またね、ツイステダのあるお部屋に飾りたいと思います。いや、これは嬉しいよ。嬉しいね。はい、ということでね、本題に移りましょう。はい、まず全体的な感想ですね。全体的な感想なんですけども、面白かったです。ゲームのツイステとは全く違った切り口で、キャラクターの細かい表情に燃えました。はい。で、今回はエピソードオブハーツラベルということで、リドル君に焦点を当てていますけども、リドル君のね、かっこよさがすごく伝わってるし、よく描かれてると思います。あと、ちょっとね、一部の設定だけ皆様にお伝えしようと思います。ネタバレにはなるので、避けたい方は概要欄のタイムスタンプより先に飛んでいただくか、まあ、戻るかね、ブラウザバックしていただくかにお願いします。はい。いきますね。で、お伝えしたいネタバレ設定というのがですね、主人公についてです。今回のエピソードでは監督生となっていないので、今後の展開でね、監督生として進むかはわかりません。ただ、主人公の人物設定はね、おそらく知っておいた方がいい方もいると思ったので、ちょっと申し訳ないですけど、ネタバレします。では、いきます。その主人公となる人物なんですけども、まずお顔がはっきりと描かれております。はい。お顔がはっきりとあります。そして背丈や性格など、全体的にはっきりと設定があります。そして性別が男です。男子高校生の制服を着ています。以上がネタバレ内容になります。おそらくこれがね、決め手になる方もいるんじゃないかなと思ったので、ちょっとお伝えをしておきました。はい。次に、正直な感想を申し上げるんですけども、正直なところ、ゲームのツイステッドワンダーランドの感覚では読まない方がいいかなと個人的に思っています。いろんな観点からそう思いますね。戸細やなさんのツイッターでも言及があるんですけども、本当にかなり違ったアプローチです。いろんな観点からね、ツイステッドワンダーランドの感覚で読まない方がいいというのは、監督生として読むとか、考察の要素に入れるとか、そういったことはせずに、ゲームのツイステッドワンダーランドとは別の作品なんだという気持ちで、読者として読んだ方が楽しいと思います。感覚的にはね、例えばディズニー映画とミュージカル版みたいな感じでしょうか。多少ね、噛み合わなかったり違う部分は見られました。
あくまで個人的なね、感想なんですけども、別の世界線として捉えた方が楽しめると思います。自分は監督生ではなく、読者として見るのをお勧めします。以上が正直な感想です。そしてめちゃ推しポイントなんですけども、魔法を使うシーンがとにかくいいですね。細かく描写されていて、リドル君、魔法使いやんって思う。ゲームではね、キラッとね、エフェクトがあったり、色が暗転して、そういった描写、エフェクトはあるんですけど、それ以上に細かく魔法の発動の描写が描かれていて、作画が抜群にいいです。リドル君魔法使いやんってなります。言ってることおかしいんですけど、彼はずっとね、魔法使い、魔法師なんですけども、より一層にね、魔法を使ってる感じが出る。魔法使いやん。かっこいいやんってなりました。そこはめちゃ推しポイントですね。かっこよかった、とにかく。魔法発動する前の描写とかね、力を込めて、さーっとね、フリーズヨアヘッドって言い放つそのかっこよさがめちゃくちゃ出てた。それはめちゃくちゃかっこよかった。本当に。本当にそういった細かい描写はとってもね、推しポイントですね。本当押せるポイントですね。そこがすごく一番いいとこなんじゃないかなと思いますね。キャラクターが魔法を使っているその瞬間をとても細かくいい作画で抜群に良かった。それを表現してくれてる。もう本当それはね、心躍るところですね。はい。ということでね、全体な感想、正直な感想、めちゃ推しポイントという観点で感想をお伝えしました。いかがでしょうか？皆様のね、参考になれば幸いです。連載ということで、今後も連載は続くと思うんですけど、私は楽しめるので、今後も連載をね、追っていこうかなと思います。皆様がね、レビューとか需要があればしようと思うんですけども、そこは様子を見ながら動画作っていきたいと思います。背拍子はね、イチコロなんで、これは、もうこれはいいね。はい、ということでね。はい、以上が感想でございました。今回の動画いかがでしたでしょうか？ぜひね、コメントとかくれれば嬉しいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。それでは、何時リンリンごきげんよう。じゃあね。